こんにちは、なっちんです。なっちんです。お久しぶりじゃないね。今回はね、2人合わせてポテちゃんです。はい、皆さんどうですか？あ、髪切ったね。髪切りました。どう？いや、いいと思うよ。いい？じゃあ今回皆様に協力していただいて Q&A コーナーをやることができます。イエーイ。ありがとう。いや最初ねコメント来ないと思ってて、ね、で来なかったら俺の好きなね美少女アニメのヒロインランキングとかやろうと思ってたんだけどじゃあそれは今度の動画に。そうですか、ありがとうございますやりたかっただけなんですけど、皆さんがちょっとねコメント書いてくれたおかげで、動画作れますね。じゃあまず1個目の質問です。はい。ですね、付き合って半年余りでお互いに結婚を意識したということですが、そう思う決め手は何だったんですか？何だったの？そうですね。付き合って半年でプロポーズ。半年だったっけ？半年、そうだね。もうちょっと。付き合ったの3月でプロポーズされたの12月だから。半年ちょっとだね。そうだね。付き合う前には結婚はほとんど意識してたね。そうだね。なんか私で言うと、そのナッチンと付き合う前ちょっといろんな良くない経験なるほどねをして次付き合う人はもうできればその人と結婚したいなって思ってちゃんと選びたいって言ったらあれだけどちゃんとそういうのを意識して価値観とかそういうのを合う人じゃないと付き合わない、って決めてたから、ナッチンと出会ってすごい価値観も合うし、その将来についていろいろ話してなんか同じ方向なんじゃないかなって思っていいかなと思った。でなんかもうこの人だって気がした。なるほどね。フィーリングここで感じちゃったって感じ。一緒の将来想像できた。まあね、それはあったな。確かに俺もね、その時は、出会った時は大学生だったね、2人とも。だからなんかまだ結婚するには早いかもしれないけど、意識的にはね。そうだね。ただなんか俺もいろいろと今までの人生で、次なんだろう、そういう付き合うってなら、結婚できるような考えられる人がいいなと思ってて、でそこで付き合う前にはねお互いいろいろ話してね、付き合う前からなんだろう、将来のこととかね、どういうプランみたいな話してね付き合ってないのに何話してんだよみたいな感じだけど、それで、そういったところで話がお互いあったから、結局プロポーズして1年経つ前に籍を入籍して無事結婚したんだけど、俺はまだねそんなにすぐするつもりというか、プロポーズしてね、あんまりでもまだすぐしようとは思ってなかったんでねいやなんかね、まだ両親にも会ってなかったからね。そうだね、そう。ただ結局ね、結論としては両親に会う前にもう勝手に結婚しちゃうっていう。籍は入れた。そう籍入れてね、夫婦になってから初めてね、ご両親に会うっていう、ちょっと離れ技をね、日本ではできないかもしれないけどそこは国際結婚ということで、国際結婚だったから、その籍入れるまでもいろいろ手続きとか大変でめっちゃ時間かかったから、逆に早く婚約したの良かったかもしれないまあね、そうだね。じゃあ次ちょっと隣で工事してるからうるさいかもしれないけど、ごめんなさいごめんなさい、今撮るしかない。じゃあちょっとこれの関連した質問で、ご両親の国際結婚に対しての反対はありましたか？私はなかったです、あったとしても直接言われてないから、なかったことにしてますなかったこと俺も一緒だね。俺も別に何も言われなかったね。反対っていうのはなかったね。うちもなかった。多分もう日本学科だったし、何回も日本に行ったり来たり留学だったりそういうのをしてたから、
まあそのうちで大学卒業してここで就職してみたいって言ったところも多分、まあ、日本人と付き合ってもおかしくないんじゃないって多分向こうは思ってたそうだね。し、まあそしたら結婚しても、ね、びっくりはしなかったと思いますね。いろんな心配はあったと思うけどね。心配っていうか、まあ、やっぱりこうやってすごい離れてるところで暮らしてるし、あんまり会えないのが多分寂しい。そうだね。はい、じゃあ次は次です。じゃあ次食事ですね。日常の食事はまあ日本、それともドイツ、どっちが多い？料理する？まあそうですね。あとメニューとか。食事はね、基本的に付き合ってから俺の作る機会が多かったよ。私料理が苦手っていうよりも好きじゃない。本当に好きじゃない。しなくても良いならもう全然したくないから。まあそこで逆に俺は料理するのは好きだけど、その食べた洗い物をしたくないっていう。まあ洗い物ね、私も好きじゃないけど作ってくれてるから。最近はいつも作ってくれてるね。まあ家にいるから、赤ちゃん生まれてから。でどうしても仕事から帰ってきてそこから料理作るとまあまあ遅くなるから、じゃあ作ろうかなってねやってますが。美味しいよ美味しいよ。美味しい。まあメニューとしてはやっぱり基本的に日本の料理だよね。そうでなぜかっていうと安いからです。まあね、もう日本にいるから日本の材料が安い、豆腐だったりとかそういうの、日本食に使う材料がやっぱり洋食に使うより全然安いから、まあ節約もしたいし、まあそうだね。日本食になることが多いんです。まあ確かにね。あとは俺がまあパンよりお米派っていうのも出るのかなっていうところで。多分ねドイツより豊かだと思う。バリエーションがすごいいっぱいあるから、もう日本料理にしても飽きないから、そうだね、全然まあ私は大丈夫です。たまにね食べたくなる時はあるんですけど、たまにね美味しいパンとかね。そうやっぱパンはねドイツ有名だし美味しくて安いしね。そうあとラザニア私が大好きなので、ラザニア作りたくなる時があります。ドイツっぽい料理って言ったらチリチリコンカン。チリコンカン、ドイツなのかわかんないけど簡単なやつを作りますよね。ね何なんでドイツ料理。いやわかんない。たまにね。次子育てですね。子育て。はい。バイリンガルに育てております。はい。あとまあ俺らの言語の使い分け。まあまず言語の使い分けで言ったら 100% ぐらい日本語ですね。そうだね、基本こんなにベラベラ喋れるし。で、俺別にドイツ語を勉強してた過去とかがなかったので、最近は始めたんだけどね。まあこの前ドイツ語検定3級無事に合格しました。おめでとう。で、バイリンガルに育てるっていうと、そういうつもりです。基本的には別に俺は本当ドイツ語喋れないから子供には日本語で喋るし、で日本語とドイツ語で喋ってるよね。まあ今平日の昼間私一人赤ちゃんと一緒にいるから、その時はもう 100% ドイツ語で話してるんですけど、帰ってきた後は日本語になって、あと週末も日本語になりますので、両方でもできるだけドイツ語で話しかけたいと思ってるから、これから大きくなって言葉分かるようになったらもっとドイツ語にしたいと思います。やっぱり私しかいないから環境も全部日本、そうなんだよね、日本だから日本語だし、これから幼稚園とか小学校に通うようになったらもっと日本語
そうだね。になるから、もう私が頑張ってドイツ語を話さないと多分触れ合う機会がもうほとんどないから、やっぱりちょっと教えないともったいない。そうだね。まあ自分の母語だし、自分の子供にできるだけ話してもらいたいから、そこは頑張ります。本当は多分日本語わかんない方が良かった。まあ、バイリンガル環境としてはね。思います。そうだね。だけどね、まあ日本語わからないふりしなきゃいけない。じゃあ、あとそうですね。あとちょっとアドバイスをいただいて、なんかこうやった方がいいよっていうので、まあなんだろうな、そのドイツ人から見た日本人の、そうイメージみたいな、まあイメージというかいいとこ、悪いとこ、まあこれね男性で言ったらどうでしょうっていう感じでね、まあドイツ人女性から見た日本人男性いいところと悪いところ、これ別の動画でちょっとやってみたいですね。そうだね。ここでやると長くなっちゃうからね。そうだね。じゃあ皆様ご質問していただいてありがとうございました。楽しかった。楽しかった。またやりましょう。そうだ。あとですね。ポッドキャスト始めたんです。おお、そうだ。忘れてたでしょ。そうだ。まだ全然始めたばっかでね。リンク貼りますので。じゃあまたよかったら動画のポッドキャストも見てください。ありがとうございました。